和平交渉が成立した翌朝、爆撃が始まったのだ。これは比喩じゃないのだ。2026年4月14日、イスラエルとレバノンが数十年ぶりに直接交渉のテーブルに着いた。その翌朝にイスラエル軍はベイルート南部を空爆したのだ。交渉の翌日に爆撃って、それって交渉の意味があるのかしら。どういう状況なの？今日の動画でわかることを先に伝えるのだ。一つ目、なぜ交渉翌日に爆撃が起きたのか。二つ目、ヒズボラ問題がどうして30年以上解決しないのか、その構造的な理由。三つ目、この紛争が日本の食費や住宅コストにどう直撃するか、具体的な数字で見ていくのだ。和平交渉と爆撃が同時進行するって、普通に考えたらおかしい話よね。まずその構造から教えてほしいわ。まず今回の事件を時系列で見るのだ。2026年4月14日、ワシントンでイスラエルとレバノンの代表が数十年ぶりに直接会談したのだ。DW の報道によると、レバノン側はモハワド大使、イスラエル側はレイター代表が出席して、米国のルビオ国務長官が仲介したのだ。この会談は、建設的な話し合いと米国が評価して、さらなる直接交渉を続けることで合意したのだ。数十年ぶりって相当よね。それだけ関係が断絶してたわけでしょ？何がきっかけで急に会談できたのかしら。背景にはイラン戦争があるのだ。今年に入ってイスラエルとイランが直接武力衝突して、そのイランが支援しているヒズボラがレバノン側から参戦した形になったのだ。ヒズボラというのはレバノン南部を実効支配する武装組織で、イランから資金と武器の両方を受け取っているのだ。つまりレバノン政府は本来ヒズボラとは別の組織なんだけど、ヒズボラがレバノン領土から攻撃するから、イスラエルから見ればレバノン全体が敵対地域に見えてしまう構造なのだ。ここで歴史的な文脈を入れるのだ。実はこれ、1982年のレバノン侵攻と全く同じ構造なのだ。あの時もイスラエルは PLO、つまりパレスチナ解放機構がレバノン南部を拠点にして攻撃してくることに耐えかねて侵攻した。今回は PLO がヒズボラに変わっただけで、レバノン南部の武装勢力がイスラエルを攻撃するという構造は40年以上変わっていないのだ。歴史はループしているのだ。40年以上同じ構造が続いてるって、それ解決できない理由が構造的にあるってことよね。ヒズボラってそもそもなぜ生まれたの？ヒズボラは1982年、まさにイスラエルのレバノン侵攻を受けてイランが作った組織なのだ。イランにとってヒズボラは単なる武装組織じゃなくて、イスラエルへの前線基地なのだ。だから交渉でイスラエルとレバノン政府が合意しても、ヒズボラはイランの指示で動くから、レバノン政府の意向だけでは止められないのだ。この三角形の構造こそが40年間解決を妨げている革新なのだ。そして今回の爆撃もこの構造から来ているのだ。少しだけ別の角度で考えてほしいのだ。レバノン政府の立場って実はすごく複雑なのだ。例えばマンションで例えると、201号室の住人が隣の国に向けてドローンを毎日飛ばしているのだ。オーナーはそれを止めたいけど、201号室の住人はオーナーより力が強くて止める手段がない。でも攻撃を受けるのはマンション全体なのだ。レバノン政府はまさにその無力なオーナーなのだ。では今回のワシントン会談の翌朝、なぜ爆撃が起きたのかを掘り下げるのだ。ナシオンなどの報道によると、会談当日の深夜、ヒズボラ側がイスラエル北部ガリラヤ地方に向けてロケット弾20発を発射したのだ。これに対してイスラエルがベイルート南部を空爆した形なのだ。交渉しているのはレバノン政府、攻撃しているのはヒズボラ、報復されるのはレバノン市民という、すれ違いの構造が生々しく出た瞬間なのだ。ヒズボラが撃って、イスラエルが市民のいる地域を爆撃する。それって民間人が巻き添えになってるじゃない。国際社会はどう反応してるの？ DW の報道によると、カナダ、イギリス、スイスをはじめ10カ国が共同声明を出して即時停戦を求めているのだ。注目すべきことに、日本もこの署名国の一つなのだ。さらに重要なのは、声明の中でイランとの停戦合意は評価しつつも、レバノンでも暴力を終わらせなければならないと明記していることなのだ。つまり国際社会はイラン停戦とレバノン問題を別のパッケージとして扱っているのだ。ここで僕の見立てを率直に言うのだ。 BBC と DW の報道を横断して比べると面白い温度差があるのだ。 BBC は数十年ぶりの直接会談は前進とポジティブな枠組みで報じているのだ。一方で DW はヒズボラはテロ組織として多くの国が指定しているという文脈を強調しているのだ。つまり欧米メディアの中でもこの交渉を和平への第一歩と見るか、ヒズボラを抜きにした無意味な外交と見るかで評価が割れているのだ。ヒズボラ抜きの交渉は無意味って見方、私も確かにそう思うわ。でも逆に言えば、だからこそレバノン政府との交渉に意味があるって見方もできない？ヒズボラを排除するプロセスとして機能するなら話は別じゃない？それは鋭い見方なのだ。実
実際2024年秋にイスラエルがヒズボラの幹部を大規模に暗殺作戦で殺害して、ヒズボラの組織力は弱体化しているのだ。だとすれば今こそ弱体化したヒズボラを念頭にレバノン政府が南部の武装解除を実現するための交渉を進める好機という見方もできる。でも翌朝のロケット20発を見ると、ヒズボラはまだ十分戦力を持っているのだ。この次の展開が正念場なのだ。ここまでの流れを振り返るのだ。イランが支援するヒズボラがレバノン南部から攻撃、イスラエルが報復爆撃。その間にレバノン政府とイスラエルは米国仲介で数十年ぶりの直接会談をした。この見え構造がポイントなのだ。次はこの紛争がなぜ日本の家計に刺さってくるのかを見ていくのだ。レバノン紛争が日本の家計に直撃する経路は3段階あるのだ。第1段階、レバノン紛争はイラン戦争と連動しているのだ。イランが関与する紛争が長引くほどホルムズ海峡の通行リスクが上がる。第2段階、ホルムズ海峡は世界の石油輸送の約3割が通過するのだ。日本の石油輸入の約 85% は中東依存で、そのほとんどがホルムズを通るのだ。第3段階、原油価格が10ドル上がると日本の輸入コストは年間で約3兆円増えると試算されているのだ。年3兆円って、それを国民1人当たりで割ったら相当な額じゃない。これって電気代や食費に反映されるのかしら。直撃するのは食費なのだ。輸入小麦は原油コストと運賃が上がると価格が連動して上昇するのだ。実際今年1月から輸入小麦の政府売り渡り価格はすでに上がっていて、これが食パン1斤あたり15円から20円の値上がりに直結しているのだ。4人家族で月に食パン8本食べるとして、それだけで月160円増なのだ。しかもパンだけじゃなくてパスタ、シリアル、菓子パン、全部に波及するから、実態の食費増は月500円から700円程度になるのだ。さらに影響を受けるのは建設コストを通じた住宅ローンなのだ。建材の輸送コストが上がると新築マンションや戸建ての販売価格が上昇する。CNBC の報道でもケリング社など高級ブランドが中東の小売収益が 11% 減少したと報告しているのだ。これは現地の購買力が落ちているサインで、中東情勢の悪化が世界経済のコストプッシュインフレとして先進国に波及する流れが始まっているのだ。子供のいる家庭では食費プラス教育費の値上がりがダブルパンチになる可能性があるのだ。ちょっと逆の見方をしてもいいかしら。これだけ国際社会が注目して、日本も停戦要求の署名をしてるなら、実は今が和平成立に一番近い瞬間なんじゃないの？悲観的な見方ばかりだけど、私はこの10カ国声明に可能性を感じるのよ。イランとの停戦が成立した流れに乗れるなら、レバノンでも希望はあるんじゃない？実はその見方は正しい部分があるのだ。トランプ大統領は中東の戦争は終わりに近いと繰り返し発言していて、バイデン政権下では難しかった米国の強力な仲介が動いているのだ。ナシオンの報道によると、JD バンス副大統領もイランの交渉担当者は合意を望んでいると述べているのだ。もしイランとの包括合意が進めば、ヒズボラへの資金と武器の供給が止まる可能性があるのだ。それが実現すれば、今回のワシントン会談は歴史の転換点になるのだ。冒頭の問いに戻るのだ。和平交渉の翌日になぜ爆撃が起きたのか。答えは、交渉したのはレバノン政府で、爆撃したのはヒズボラだったからなのだ。この2者は別の主体なのだ。イスラエルはヒズボラの攻撃への報復としてレバノン領土を爆撃した。レバノン政府の意思とは無関係に、この暴力の連鎖は続いているのだ。だからこそ本質的な解決のためには、イランの影響力をどう断ち切るかが問われているのだ。最後に、今日覚えてほしい数字は一つだけなのだ。40年。なのだ。レバノン南部の武装組織がイスラエルを攻撃し続けて40年。PLO からヒズボラに形を変えながら、この構造は変わっていないのだ。今回の会談は数十年ぶりの直接対話で、確かに前進なのだ。でも翌朝のロケット20発が示すように、構造を変えなければ交渉は繰り返すだけなのだ。イラン停戦がヒズボラへの蛇口を閉めることになるかどうか、これから3ヶ月が最大の正念場なのだ。3ヶ月が正念場か。私が気になるのは、もし今回の交渉が失敗したら次の会談まであと何十年待つの？って話よ。これ、今のタイミングを逃したら本当に長期化するんじゃないかしら。視聴者のみんなに聞きたいのだけど、この交渉は成功すると思う？コメントで、成功か、失敗か教えてほしいわ。メタンが投げた問いに、ぜひコメントで答えてほしいのだ。成功か、失敗か、
理由も一言添えてもらえると嬉しいのだ。このチャンネルでは毎日海外ニュースを深掘り解説しているのだ。チャンネル登録と高評価で応援してほしいのだ。毎週水曜日はテック最前線をお届けしているのだ。今日は地政学テーマだったけど、来週水曜は最新テクノロジーの動きを解説するのだ。それじゃあまた明日なのだ。